お、いる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 。いない。どこだ。はい、こんにちは。ノコギリハンターの浜優です。今日はね、ザリガニをいっぱい取って、それでエビチリにして食べたいと思います。ただ小豆島ザリガニが本当にいなくて、2日間かけて約14時間小豆島中を走りまくって、いろんなところを探しました。結構坂道が多かったんですけど、軽トラの油がいっぱいからゼロになるぐらいまで、途中には体長 1.5 メートルのヘビも見つけました。怖かったです。捜索開始して合計だいたい14時間13時間経ちました。で、田んぼしてたねおじちゃんに「ここらザリガニいないですか?」って聞いたら「おるおるついてこい」言うてね、今ついていってるとこです。果たしてザリガニいるとこに連れてってくれるんでしょうか。さあ、というわけで早速探しに行きたいと思いますが、まずはね釣り竿を作りましょう。で、この時期になるとね、ヘビっていうかもうハブがいるんですよ。島の人はみんなハメハメって言うんですよね。一瞬ハブ鳥かななんて思っちゃうんですけれども、さあ、なんか杖にいい竹を探していきましょう。正味ね、竹いらないです。竹いらないとこで釣れるんですけど、まあかっこですよね。あった方がかっこいいんで、竹切って、こういうね枝とかを切っていきます。もうそんな丁寧にしなくても大丈夫。森とかだとね、丁寧にしてないと、この枝切ったとこでゴムで発射した後にね、発射ってまあちょっといやらしいんですけど、手を怪我しますんで、そういう時は丁寧にやりましょう。これで OK。 よし。じゃあ竿先にロープというか紐をくくります。もうタコ糸でも何でも OK です。で、本当はね白色の方が多分いいんですよ。あんまり赤とかなんか警戒しそうじゃん。でも昨日見た感じ寄ってきてたんで多分大丈夫。これで OK。 でもう1広ぐらい、これ1広って言います、漁師の。ここでもう切ります、ブチッと。で、餌は何でもいいらしいんですけど、やっぱ匂いが強い方がいいみたいなんで、当たり目とか、もう食べさしですけどスルメゲソとかね、こういうんで大丈夫。で、これも途中で1回つなげてきつくねくくっときます。うわっ、外置いとったからごっつい匂いで、贅沢にも先っぽでもくくります。はい、こんな感じ。よし、これでじゃあ早速釣り行きましょうか。で、ポイントはちょっと遠いんですけど、車を走らせていきたいと思います。出航だ。で、今から取り行くのはアメリカザリガニなんですけど、皆さんご存知の通り外来種ですね。で、日本の固有のザリガニ、在来種のザリガニっていうのは日本ザリガニしかいなくて、その子はねもう一部地域にしか生息してなくて、あと絶滅危惧種にも認定されています。いつか食べてみたいですね。で、アメリカザリガニは昭和初期にウシガエルの餌として日本に輸入されて、そこからですね野に放たれて全国に広がっていったと言われています。着いた。はい、というわけで池に到着しました。見てください、もう真っ黒ですよこれ。ほら、映像でも分かる通りめちゃくちゃ黒いです。で、ここの場所は知り合いに聞いたんですけども、探してる時にね、おばあちゃんとかいろんな人に話を聞いたんですよね。なんかどっかザリガニおるとこないですかって言ったら、みんな口を揃えてね、ああ私たちが子供の頃は、こうでめっちゃおったみたいな話をして、やっぱねコンクリートでもうどこの川も舗装してるんで、それでザリガニが減ったのかなと思います。僕はねコンクリートで舗装してない昔の川を見たかったです。何の話やねんというわけで、早速釣っていきましょう。じゃあ今アメンボと小さなエビが見えてる状態ですけれども、ここに沈めていきます。じゃあ正味ね竿はもうね左側にこうやって置いちゃってます。手で待っときましょう。で、ザリガニが匂いに寄せられて寄ってくるわけです。このまましばらく待ちます。お、ザリガニが早速取りましたね。爪は見えてる。姿も見えた。あー、逃げた。で、この一回警戒するとなかなか出てこないんですよ。掴みました。そしてずるずると家の中へ。さあ回収の時間だ。あー、ダメだ、他の場所行こう。
昨日は入れたら結構すぐ寄ってきたんですけど、今日はなかなか寄ってこないぞ。あ、来た来た。ザリガニくんの姿が見えてます。あ、掴んだ。でこれ上げる時がねすっごいね暴れるんですよ。いきます。あ、逃げた。なんで離すん根性なし。お、下にもいるぞ。あ、こっちのザリガニくんが出てきそう。でかいこれ。逃げるな逃げるな。出てきそうで出てこないですね。もうちょっともう一回近く置いてみましょうか。お、つまむか。つまんだ。つまんだ。がっちりホールド。離すなよ。あ、出てきた出てきた。でかいでかい。これは絶対取りたい。ちょっとね失敗しましたね。こうやってあげましょうか。全然寄ってこなくなりました。あとちょっとなんだけどな。あダメなのかな、つかめないのかな。来た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 ぞ。警戒心強いねこのアメザリちゃん。来た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 。来い来い来い。あい、なんで。全然手にはビビらんのですね、アメリカザリガニは。もう一方のやつについてる。お、これ爪引っかかってんじゃね。ああ、しっかりホールド。よっしゃー、やったー。1匹目見てください。ようやく1匹目ザリガニゲットしました。爪がないし全然赤くない。昨日取ったのは本当に真っ黒なやつ。よっしゃー、ゲットで。ザリガニの名前の由来は、語源説で触る、ざれる、ザリガニっていう説が有力で、昔の日本語で触る、手を出して掴もうとするっていう意味です。他にはですね、要は手を伸ばして、触るっていうことでザルガニ、ザリガニ、ザリガニみたいな感じで、アメリカザリガニは2023年に条件付きの特定外来生物に認定されてます。だからこういうのをね、もう離しちゃダメっていうことです。いっぱい食べて駆除しないと。一応寄ってはくるんですけど、今日はめちゃくちゃ逃げます。昨日より逃げる。だからもう最終兵器玉、これですくっていきます。もう釣りでねいっぱい釣るとこ見せたかったんですけど、エビ釣りにしないといけないんで玉でいっぱい取ります。とりあえず地面掘る前にこの土っていうか石の部分、あ、深っ。深っ。こんな深いの。取れたこんな簡単に取れた。この壁についてるやつを根こそぎてか深っ。ここ玉掴んで、これ底ついてないんですよ。途中で壁に当てて引き上げてるだけなんで。よし。あ、増えてない。ちょっと増えた。臭っ。底の方は臭いですね。めちゃくちゃちっこいザリガニとか、あとエビとかですね、さまざまな生物がいます。ちっこいのは苦そうで、ちょっと延長して底の方届くか。あ、そこ届いた。でもそこ臭かったからな。あ、何もいないわ。やっぱ壁沿いにいるみたいですね。壁沿いをもう一回さらっていきます。まるで底引き網ですね。よし、取れたかな。あ、取れてる取れてる。ちっちゃ。めちゃくちゃちっちゃいですね。釣りには良さそう。これも全部エビ釣りには近いんで逃がします。ダメだ。場所替えします。はい、結局釣れませんでしたが、昨日の教えてくれたおじさんにこのお土産を持って行って釣りに行きたいと思い、釣りじゃないわ、ザリガニ取りに行きたいと思います。はい、じゃあおじさんに教えられたのが、田んぼのね、もう側溝ですね。この中にいるそうです。草がすごいな。おっとっとっと。で、玉を構えて追っていくといるらしいです。
ちょっとこれ草がすごくて取れないぞ。お、いる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 確かにいますね。ちっちゃいな。ちっちゃいけどザリガニはいます。よいしょ。じゃあちょっとこの道追っていってみます。うわ、草が邪魔だな。昔はこういうとこがいっぱいあったんでしょうね。ちょっと一回草を掃除します。お、草刈ったら溝がよく見えますね。はい、じゃあ30分ほど作業してそれなりに綺麗になりました。早速取っていこう。でこうやってパッと見た感じそんなザリガニいそうじゃないんですけど、やっぱ土の中に入ってるらしいんですよね。土の方にいましたね、こういう小さなザリガニとかで、ここのザリガニも全然赤くはないですね。若干赤みがあるかなっていう感じで、ザリガニがこの黒っぽくなる原因っていうのは餌と環境要因とか、あとストレスとかでこういう色になります。餌の成分にカロテノイドがあって、それが多いと赤くなるんですけど、それが少ないとなんかこういう感じでね、黒っぽくなったり青っぽくなったりするらしいです。いた、これはでかいぞ。お、こいついいサイズ、でかい。お、それでかい。釣りで逃がしたサイズぐらいはある。こいつはでかいです。で中にはカニとかもいます。これでかい、いいザリガニだ。これメダカですか？なんか卵みたいなの持ってるの。メダカやろかグッピーやろかよくわからん。グッピーとかもいるんですか？グッピー誰から話してそこの川に。お腹パンパンですね。はい、おじさんのおかげで大量のザリガニが取れました。でこの子たち本当に雑食なんで、もう落ち葉とか魚とかも何でも食べます。でこういう大きいのオスなんですけど、もうごっついね本気でなんかオス同士でこう喧嘩するらしいんですよ。その時にねもうハサミが吹っ飛んだりするらしいです。豆知識はそんな感じ。持って帰ろう。はい、それじゃあ帰ってきました。帰ってきたといっても、僕が幼稚園の時飲んでた大使のお水っていう、井戸水があるんですけれども、ここよく飲んでました。でこれでねこちらのザリガニをゾロ抜きしていきたいと思います。じゃあザリガニを巻いて、いただきます。で普通の水道、おおムカデで入っちゃった。ムカデがびっくりした。おお、こんな感じで綺麗な井戸水です。でこの井戸水を入れます。幼稚園の時はこの水飲んでたんですけど、もう20何年も前の話だからちょっと飲むのは怖いですね今は。で普通の水道水だったらカルキが入ってるんで、このカルキの入ってない山の恵み、井戸の恵みですね。これで OK です。ありがとうございます。じゃあこれで、1日水抜きじゃないわ、泥抜きしておいて、おっとっと、それで食べたいと思います。楽しみだ。 OK、 それじゃあ明日へぴょん。明日の朝までジャンプって言ったんですけど、サーラ漁来たんでカメラ回しております。めちゃくちゃ眩しいですね、夕日が。果たしてサーラ取れるのでしょうか。タイ、そしてヒラ、もうタイ、やば、タイが夜でっかいエイが泳いでますね。でかい。そしてウマヅラハギ、それからハマチ、サワラ、もう細いね。ニベ、お腹パンパンだ。サバ、ハモ、スズキ、夏前のスズキはうまいよ。でアイゴ、ここに毒針があるんですよ。気をつけましょう。まあまあ痛い。夏のフグ、マゴチ、最後にフカ、それからカタクチイワシ。はい、じゃあ網繰り終了しました。帰ります。キトウ、じゃあサワラを出して、で取れた魚が、サワラがこんだけ上等ですね。それからタイがパラパラ、あとイカシモンでスズキとかハマチとか、ヒラとかおかずにしようかなと思っておいてます。でサワラを箱に立てて、
これを松岡さんのとこ持っていきます。よし、じゃあこれ車運搬します。ここでお知らせです。今年も漁師フェアの時期が近づいてまいりました。今米不足の問題や農業の担い手が不足していることが話題となっていますが、漁師の担い手不足も深刻な状況です。こうしたことを少しでも解決できるよう、僕は2023年から漁師 .jp さんの PR パートナーとして漁師フェアの PR に協力しています。今では来場者の約 30% が僕の動画を見て会場に足を運んでくれています。漁師 .jp さんによると、漁師フェアに参加して漁師になる人は毎年100人以上。僕の動画を見て漁師フェアに参加した漁師仲間が全国にいると思うとワクワクします。漁師フェアは沿岸から遠洋まで全国の漁師になる相談ができる日本で唯一のイベントです。7月5日福岡、7月21日東京、7月26日福岡で開催されます。で、各会場に参加する漁師さんがちょっとしたね手土産も用意してくれています。最後に、漁師という仕事は大変ですけど、漁に行く前とか網を振る前、僕は今でもワクワクしています。漁師になりたいそこのあなた、漁師フェアへ行こう。はい、じゃあいろいろ終わって今もう11時なんですけど、若干クタクタですが、ザリガニがねちょっと少ないんで、今から夜の川にガサガサしに行きたいと思います。レッツゴー。よろしく。はい、じゃあ川に到着しました。夜なんでね、ここで喋って撮っていきたいと思います。多分警察来たら普通に職質問です怪しい。じゃあこの川降りていきたいと思います。こんな感じです。下っていきましょう。果たしてウナギはいるのか。ちなみにこの川は初めてですね。前ウナギ取ったとこよりはちょっと綺麗です。ザリガニ取りって言いながら、実はねウナギ取るのもいれば楽しみにしてます。じゃあ捜索していきましょう。結構濁ってますね。ザリガニさんはいるかな。なんかうごめくもんはいるな。ハゼっぽいですね。ハゼっぽい魚もいます。結構探してますが、ウナギとかザリガニ系は見当たりませんね。どこにいるんだろう。ちょっとこうやって玉を底の方沿わしてみよう。よし。何もいないや。ここら辺は汽水域なんで、もうザリガニはいないです。ただウナギがいれば最高だな。チヌいました。来い。おい、深っ。どこ行きました。入った。取った。わーい。チヌ捕獲逃がします。バイバイ。でかっ。モクズガニじゃないですか。この間動画でしたやつ。アヒルがいる。アヒルがかわいい。うまそう。すげえ、めっちゃ潜ってんじゃん。わー、かわいいね。逃げてる。よし、じゃあこの中をちょっと突きってみよう。ウナギがいるかも。こういうね、川のね、こういうとこってヌートリアがいるからね、ちょっと気持ち悪いんですよね。あと島だったらイノシシとかね、そういうのは気をつけましょう。なんか魚が、なんだ、死んでる。行き止まりだ。ザリガニいないかな。シュリザリガニ。底ガサガサ。果たして砂、結構綺麗な砂だな。砂しかないわ。ダメだ、いない。移動しよう。はい、じゃあさっきの場所取れなかったんで移動してきました。正解だとおならも言ってます。いるかな。クモの巣がすごい。ちょっと川の流れが強くて分かんないぞ。いっぱい。本当だ、なんかいる。めっちゃ早っ。なんか取れた。小魚だ。何の魚だろう。いましたね。果たして手で取れるか。挑戦。よし、取った。これはなんだ。テナガエビじゃねえか。ザリガニじゃねえ。
いやでもこれ美味しそうだな。普通に丸ごと唐揚げにしたら食えそうですね。ただ今回作るのエビチリだから逃がしましょう。さよなら。よし、うなぎを探そう。手長しかいなかったんで、またザリガニのいる場所を探します。ほんと減ったよマジで。この昔の川の姿を見てみたいな。さあ最後の場所にやってきました。ここでいなかったらもう諦めます。正直クタクタです。早速ここいそうじゃねえか。ザリガニいない。どこだ。魚発見。お、うなぎだ、うなぎだ。ちっちゃちっちゃ。逃げたちっちゃい。はあ、ザリガニもうなぎも見ることついぞかなわず帰ります。疲れた。はい、じゃあただいまということで帰ってきました。いやーくったくたですね。今日朝の6時から今12時半ですね、夜中の。ちょっと男前になりましたね僕気のせいか。元から多分川にはもうザリガニとかいないんですよ。でもため池とかにしか何でかいなくて、あと側溝とかですね、そういうとこしか多分いないっす。晩酌タイム。最近なんかビールとかよりこういうねチューハイばっかり飲んでしまいますね。お疲れ様。私うめえ。明日起きて、泥が抜けているであろうザリガニをね、パエリアじゃなくてエビチリか殻ごとしていきたいと思います。おやすみ。の前にうちの牡蠣男爵を酒蒸しにしていきます。中火で5分。それからね、ハリイカの刺身。ハリイカの刺身は小学校の時めちゃくちゃね家で出てめっちゃ食ってたんですけど、やっぱ甘みが少ないから焼き物とかの方がいいな。でもうまい。刺身で食うならやっぱアオリイカですね。ただアオリイカはアニサキスがいるから気をつけないと。細長いイカはアニサキスがいて、こう丸いねコウイカ系のハリイカとかマイカとかそういうのはアニサキスがつかないんですよ。不思議なもんで。はい、じゃあ牡蠣ができました。Beautiful。今はねトリコを見ながら飲んでますめちゃくちゃうまそう。ちょっと加熱しすぎましたね。で牡蠣やり始めたのも自分で作った牡蠣というか、もうなんか牡蠣食いてっていうんで始めたんですよね。だからその自分で作った牡蠣が食えて幸せです。うまい。生の方がうまいかな。じゃあ本当におやすみ。おはようございます。というわけで翌日になりました。早速ねザリガニ生きてるか見ていきましょう。はい、じゃあ見ていきます。オープン。おー、生きてますね。ただかなり水が濁ってる感じです。うんちとかこの子たちの泥とか汚れでしょうか。ザリガニ自体は元気にわさわさと泳いでます。2匹だけ死んじゃってました。じゃあザリガニたちを取ってザルの中へ入れていきます。めちゃくちゃ元気で綺麗です。じゃあ早速この1日泥抜きしたザリガニを使って、ザリガニチリ、ザリチニ、エビチリ作っていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまず湯を沸かします。やっぱザリガニとかね配給虫とかいるんで生で食べると危険なんで先に十分に加熱しておきます。じゃあ火をつけて、で今回使うエビチリの材料がこちら、これらでやっていきます。で待ってる間に白ネギをみじん切りにしておきます。もうねいろんなこう斜めとかありますけど、僕の場合は細く糸状に切ってみじん切りにしていく。で合わせてあとは切るだけです。でみじん切り完成。続々と雑草するザリガニ、そしてニンニクもみじん切りで、次に調味料を作っていきます。まずごま油で塩コショウ少々、そして生姜、豆板醤、
ケチャップ、醤油、ウェイパー、酒、砂糖でよく混ぜ合わせます。辛いのがいいから一味も追加して、これでエビチリのタレは完成です。じゃあザリガニをパッと湯がきたいと思います。今ね、沸騰しているところにこれで火が通るだけしっかり火を通してから調理に移ります。でちょっと湯がいたカニを見てみましょう。めちゃくちゃ鮮やかな赤色をしているのが分かります。これ甲殻類はですね、このアスタキサンチンという色素があって、それが加熱によって分離するんですよ。で本来の綺麗な赤色の姿が出てくるというわけです。だからモルイとかから取れるんですよね、アスタキサンチンっていうのは。その食べ物だから甲殻類はこういう感じになります。はい、じゃあ5分ぐらい湯がきました。もう十分にね、中まで加熱火が通って寄生虫は死んだと思います。じゃあ揚げていきます。じゃあちょっと水を出しながらジョボジョボと、熱いね熱湯のままやると配管が傷むんですよね。おお、うまそうじゃねえか。匂いは甲殻類の美味しそうな匂いの中にほんのりね、泥の匂いっていうか皮の匂いっていうのも若干ね混じってる感じがします。でこんなん食べられるのかって思いますけど、ヨーロッパの方とかではね、うちはザリガニだったかな、ああいうのは高級食材で、フランスとかではザリガニパーティーっていうね伝統行事まであるぐらい、ザリガニはね世界で食べられてるはずという。だからアメリカザリガニも大丈夫。ただ寄生虫がいるからしっかり加熱しましょうっていう感じです。はい、じゃあ外に移動してきました。早速エビチリ調理していきたいと思います。で久しぶりのこれ鋳物を使っておりますね。じゃあ火つけていきます。でまず軽く熱して、で油を加えます。中華料理なんでね、油はちょっと多めに。で油をなじませて、でここにまずニンニクシャッと揚げていきます。でザリガニ投下。おお、うまそう。これでしっかりと焼いていきます。でここにタレを投下していきます。ちょっと少ないかも。で白ネギも加えて、でなじませる。ちょっと少なかったかな。まあいいか。ザリガニ本来の味わいということで、ちょっとケチャップの酸味がなくなるぐらいまで焼いていきましょう。見た目はめちゃくちゃうまそうです。はい、 OK。 じゃあ火が通りました。この中に入れていきます。見た目高級中華じゃねこれ。はい、というわけで完成。小豆島産ザリガニのエビチリです。はい、それではいただきます。めちゃくちゃうまそうですね。剥いていこう。めっちゃちっこいんで可食部多分かなり少なげです。頭の方ちょっと気色悪いんで、頭はちょっとやめておきましょう。身の方の殻を剥いていきます。うわ、大きいザリガニでもめっちゃちっちゃいな、可食部が。だいたい頭に対して身こんだけです。でちょっとタレとか乗っけていただきます。味が薄くてほろりと柔らかいエビです。旨味も強くないけど癖もないし、なんか食べやすい、そんな感じのエビかなっていう感じで、あんまり大きな感想は出てこないですね。だからすごいね濃いめの味付けにして、食べてあげるのがいいかなって感じ。もうちょっとねザリガニとか増えた方がやっぱ子供とかは楽しめると思うんですけど、なんかせ外来種だからね増えすぎも良くないのかなと。ちょうどうちの父親が出航するんでエンジンかかってますが、気にせず食べていきましょう。まあちょっと今回の感想は以上ですね。ごちそうさまで、いただきます言ったかな。いただきます。そしてごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ザリガニね取ったり、あと料理したり、結構ね夏の思い出で一つ楽しいことかなと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。